現時点今は2時6分、4月30日でございます。まず皆さん、昨晩はダウジョーンズは 2.77%、939ドルと大きな下がりです。SP500 も 3.63% と大きな下がりです。指数が 2% 以上動くって本当に異例なんです。3% 以上もものすごく異例。4% 以上がナスダック、ここがものすごく異例で 4.17% となんとナスダックが急落をしました。主な理由は Amazon でしたね。Amazon の決算がすごく悪かった。Amazon 株価が 14% と暴落した。で、皆さんこの1ヶ月間を見てみると、なんとナスダックっていうアメリカのハイテク指数をトラックするこのアメリカの株価指数は 16% とこの1ヶ月間でも下がってます。ひどい下がりです。で、僕が何をまず売るのか。今チャート見ていて、ナスダックはものすごく下がっている。これはこのボトムを下抜けている。3月中旬のボトムを下抜けている。SP500 も3月中旬のボトムを今、下抜けています。指数の方も見ると、It's over。もう3月のボトムも下抜けました。この赤い線を。まだ下抜けてないのがダウジョーンズです。ダウジョーンズはまだ遅れています。それほど分析をしないでチャートを見て、今はやばいです。下落してます。これからもっと下落は続く可能性が大きいと思う。こういう時には、Sell the Dow。あんまり考えないで Sell the Dow だと思います。なので僕はまた今週末、実は数週間前にも売ったんですね。ウィーケンドダウで。今回もまたウィーケンドダウを売ります。なので僕はこれからも月曜日まで待ちません。もう早速今週末このウィーケンドダウを売ります。で、これから説明していきたいのは、まずはマクロニュースです。何か大きな発表あったのか？あんまりなかったですよ。FOMC のニュースとか、6月に 0.75 ポイントのアメリカ利上げは確率はほぼ50-50と短期市場に織り込んでいます。ここも僕もよく見ている、シカゴ取引所でも見ている、ここは相場が予測をしてるんですね。どれだけアメリカの金利が上がるのか。いつも言っているように、今は相場はだんだんと利上げをもっと見込んでいます。来週の5月4日は 97.1% で 0.5 ポイントを上げます。で、金利が75から100の間になります。で、75から100になってから金利っていうのはいつもレンジなんですね。次の決定会合が6月15日。で、そこからは実は150から175がもう 88.8% です。さっきの記事は遅れています。もう相場は 88.8% 予測をしてます。すごい。で、7月も見ると、Oh my God! 82.7% だよ。150からここいうのは0.5 ポイントだね。はい。なので相場はもう 80% 以上で予測しているのが来週 0.5 ポイントの上げ。6月15日 0.75 ポイントの上げ。7月27日にまた 0.5 ポイントの上げ。という、もうここは相場はもう完璧予想 1.75% をこの3ヶ月間で金利を上げます。ものすごいスピードです。で、こういうようなニュースがまた出てます。だけどはっきり言うとこれはもう織り込んでいるほとんど新しいニュースではないと思うんですね。それとアメリカの方でも今日は雇用コスト指数というのが発表されて、これが過去最大に上昇してます。雇用のコストですよ。人を雇うこのコスト指数というのは今が過去最大です。4.5% めちゃくちゃ上がっています。アメリカ人の賃金がめちゃくちゃ上がってるんです。ヨーロッパでも上がり始めてます。日本はまだ全然上がってない。なので、これが特にコストが上がるたびに、企業の、PL に、やっぱり利益に影響が出てくることが懸念されています。もっとでかいニュースが今日は、It is all about, it's Amazon。今日は Amazon が皆さん 14% だよ。14% ともう大暴落をしました。で、これがもう今日一番のでかい動きです。で、Amazon が暴落したのは、昨日も言ってたようにここは決算ですね。一昨日に決算を発表しました。で、あまり良い決算ではなかったんですね。でもそんな悪くはなかったんだけど、ただ今期待値がすごく高くて、ちょっとだけでもミスだとすぐ暴落してしまうんですね。で、今ここ
こを見ていると、実は Apple の方も実はいい決算を発表してたんだけど、それでも 3.7% 下落した。インテルもいい決算だったんだけど 6.7% 下落した。It's like, what do you want? いい決算でも悪い決算でも全部今ハイテク銘柄が売られています。で、今日のナスダック指数を見ると、Amazon ですね、皆さん。ウェイトが 7%。ウェイトが 7% で約 14% 下がっているので、7×0.14%。今、約ここはナスダック全体の影響が 1% なんです。なので、今日の Amazon の動きだけでナスダックを 1% 動かしてた。Amazon が今日動いてなかったら、3.17% でしたね。ナスダックが下がっていたの。だけど、実際 Amazon が 14% も動いたからこそ大きく下がってます。でこれがもうパニックセルですね。今、ハイテク銘柄に対して。This is Amazon のチャートを一緒に見ていきましょう。Amazon だけではなく、ここの GAFA 銘柄のチャートを一緒に見ていきましょう。Amazon でこんな暴落はあまり見たことないですね。今までのなんか決算の影響だと一回下がってすぐ反発しないんですね。Facebook も、前回の決算の時に大暴落をして全然すぐやっぱり反発しなかったんですね。もう数週間後はずっと下がり続けていたんですね。で、Netflix も2回連続で決算でも大暴落して、今ピークから 72% と大暴落しています。全然ほとんどここは反発していませんよ。が、NVIDIA の方も見るとここはNot looking good, man. Not looking good. なんかもっと危ないのが、Wow, Google's gone down a lot too. びっくりですね。なんか一番下がってないのは Apple じゃない。Apple がまだこの紫の線、200日ドン平均をギリギリほんの少ししか下抜けてないね。Apple やばいんじゃないのこれは。かなり危ないんじゃないかなと思います。それとテスラもギリギリ200日の平均を下抜けてるね。この2つが一番今課題評価ですね。後のハイテク株はもうすでにかなりと暴落をしています。マイクロソフトもそうだね、もう言ってますね。全部もうデストラクションですよ、これは。なので次にやっぱり危ないのがアップルとテスラかな。あとのこのハイテク銘柄もまだちょっと危ないんですよね。NVIDIA が発表が5月の25日かな。今週がやっぱり大手がほとんども決算が終わったんですね。あとは NVIDIA だけだね、今待ってるのは。これがナスダックのやっぱりチャートに、見ると、そうだね。I really don't like this chart. ボトムを下抜けるときは、ここはもう売りますよ。買うときじゃなくて、ますますもっと売るとき、there's more pain to come. もっと痛みはこれから相場に来るかなと思います。まず皆さん、今の相場は、久しぶりにボラティリティがこの1ヶ月2ヶ月かなり高いと思います。先ほど言ったように、ナスダック指数とかを見ると、ここが1ヶ月で 16% 下がってるのはすごく異例だと思います。で、ナスダック指数がそれだけ1ヶ月間で下がり、しかもピークから見ると、去年の11月、12月だともう 23% ぐらいと下がっています。約4分の1指数がもう全部時価総額をなくしてます。これはかなり大きな動きだと思います。なので、言いたいことは、今は短期的には実は売るべきだと思う。だけど、どこかのタイミングで、3ヶ月か6ヶ月か分かんないけど、どこかのタイミングで、ここの1年以内、半年以内には、すごいでかいチャンス、買うチャンスだと思いますね。もう 25% も、ここは時価総額をなくしているので、かなり大きくと、皆さんもうすでに下がっています。で、これを見て、どこまで下がれるのか、ナスダック、見てみると、なんかすごい最悪なシナリオだと、ナスダックって、この、今、週足を見てるんだけど、50週足、下抜きました。100週足、下抜きました。これを見ていて、ちょっと最悪な状況を考えると、ずっとタッチしてないのが、紫の200週足移動平均です。で、これが、本当に最悪なシナリオ、もう起こるかどうかもわからない。けれど、今からですよ。今の時点からもナスダックはまだ一応また 16% 下がることができます。まだまだ残ってます。で、これがもし起こるとしたらピークからは 35% の下がりです。これが僕が今見込んでいる最悪なシナリオです。で、最悪なシナリオは今
考えるべきだと思います。起こるかどうかっていうのは別なストーリーですけど、今こういう時に、血の網のように売りが出ている時は非常に危険な時だと思います。で、非常な危険な時には、今までも僕もこの、それ8ヶ月ぐらいずっと言いましたね。もう去年から、別にロシアとかウクライナとは、あんまり決算のことも関係なく、もうとにかく FRB の利上げが一番危ない。なので、現金を貯めましょう。長期投資で貯めましょう。いっぱい増やしましょう。まだ僕はここ 30% ぐらいにしています。どこかのタイミングでこれをほとんど全部株に戻すと思います。だけどまだそのタイミングは来ていません。で、逆に短期投資ではこれは売るチャンスを狙うべきだと思う。長期と短期投資を分けるのがすごく大事ですね。ポートフォリオの戦略としてはそういうふうに考えています。実際マインドセットとしてどういうふうに考えるのか。非常に今はやっぱりここは痛い時期だと思います。ここほどやっぱり株価がもうすでに大きく下がっていて、特に皆さん日経平均は月曜日は非常に危ないと思います。日経平均の動きを見ていて、昨日まではかなり元気よく先物が上がってたんですけど、今後の動きを見ていると皆さんこれは実は面白く、木曜日からここを見ていきましょう。28日の15時から日経平均は面白くたった 0.4% しか下がってないです。僕は危ないと思う。もっと下がる可能性があると思います。で、ますますこのブリーディング、下がりが続くと I thinkおそらく多分円高も行くんじゃないかな。こういう本当になんかセルが出るときって、ますますもうディフェンスに行ってしまうんですね。相場がさっきみたいにナスダックが本当にピークから 35% 大暴落をしたら、皆さんやばいですよ。You gotta do 短期投資。で、時々ここはヘッジをするのが大事だと思います。なので先ほど言ったように僕はこれからウィークエンドダウを売ります。理由は It's very simple。今の相場は下落相場です。今はもう下落してるナイフです。暴落してるナイフです。で、この暴落してるナイフを見て、実はダウジョーンズはまだまだ下がれると思います。SP500 を見ると、もうここはすでに3月のボトムを下抜けました。ナスダックの方も3月のボトムを下抜けました。実はラッセルの方もとっくに3月のボトムを下抜けました。大きな指数で残っているのはダウジョーンズだけです。下抜ける可能性は非常に高いと思いますので、皆さん僕は売ります。皆さんもヘッジをしながら気をつけてこれから投資を実行しましょう。